3D プリンタの温度管理装置を作る。皆さん、こんにちは。小松です。ついに購入してしまいましたよ。フローゼンの 3D プリンタ。30万ほどかけて 4K ソニック XL を購入してしまいました。もちろん、安いやつもあるんですが、速い、高精細、出力サイズがでかい、となれば、大環境法主義の小松は札束ビンタで即購入です。まあ、10回ローンですが。で、買ったからには早速プリントしてみたいわけですが時は冬。これでも、まだ暖かい方で、これからどんどん寒くなる中、水洗いレジン液の推奨温度は25度 C から40度 C と言われると、夏まで待つか、なんとかするかの選択を迫られることになりました。スケベースも早く作りたいし、なんとかしましょうか。ということで、今回は、レジン液を一定温度に保つ、ヒートユニットを製作していきたいと思います。今回購入するのは、このデジタルサーモスタット。サーモスタットとは、温度を調整するための装置で、指定した温度になるまで加熱装置を作動させる部品です。Amazon によくある、やたら、タイトルが、長い商品で中華製っぽさ漂う作りですが、安いので買ってみました。サーモスタットだけでは意味がないので、加熱装置、BTC ヒータープレートも購入。BTC ヒーターというのは、BTC サーミスタの特性を利用した加熱部品だそうです。なんだか、よくわかりませんが、とりあえず電気を流すと暖かくなるものらしい部品が届いたので、組み立てていきます。サーモスタットは、後ろが、基板丸出しで見た目が悪いので、よく電気部品屋で売っているケースを購入してきました。開かない。開くとこんな感じ。ここに購入したサーモスタットを取り付けます。特にこだわりなく、現物合わせで毛書き。4隅にドリルで穴を開けます。穴から穴へカッターで直線カット。アルミとはいえ、これ結構硬いんですよね。意外と手間がかかります。カッターである程度切り込みが入ったら、全体に穴を開け、ラジペンで残った部分を除去していきます。穴が開いたらサーモスタットを取り付け、爪があるのでバチッとはまります。バチッとはまります。はまりました。側面に電源用のジャックを取り付けます。まずはドリルで下穴開け、三角ビットで穴を広げます。電源用のジャックは、パネル取り付け用の 2.1mm 標準 DC ジャック。小さいので電飾する際にもよく使っています。問題なく固定できたので、一度取り外して決線します。ハンダ付けを行います。ノイバルグレイ界で買ったハンディハンダ5手ですが、これすごく使いやすいです。おすすめ。
決戦できたので、熱収縮チューブをつけて、ヒートガンで熱をかけます。最近、このアタッチメントの存在に気がついたのですが、これも便利。全体に熱を加えることが簡単にできますね。出来上がったものをケースに取り付けます。あとは、説明書の通りに接続。ケースの反対側にも穴を開け、ヒーターと接続する線を出します。サーモスタットユニットはこれで完成。最後にケースに付属していたビスで蓋を閉じます。では電源を接続。このサーモスタットは 12V なので、12V アダプターを購入して接続します。無事点灯。赤がセンサーの温度、青がターゲット温度らしいです。センサーを指で触ると赤い数字がどんどん上がっていきます。では加熱装置を組み立てます。これが 3D プリンタのバットと呼ばれる部品。ここにレジン液を注入します。バットの枠は金属製なので、ここにヒートプレートを取り付けて熱をかければ、この中のレジン液が温められるという仕組みです。ヒートプレートの接着には熱伝導両面テープを使いました。ヒートプレートの貼り付け。できるだけ早くレジン液を温めたいので、4枚のヒートプレートを取り付けます。貼り付け完了。すでに本体側の配線は済ませたので、バットを取り付けます。このバットは出力後にレジン液を取り除く際外すので、一緒にヒートプレートを外せるよう、配線はコネクタで取り外しができるよう改造しています。これでヒートユニット完成。実際にレジン液を温めてみます。まずはサーモスタットのセンサーをバットの内側に取り付け、バットにレジンを注入。サーモスタットスイッチオン。赤がレジン液の温度です。やはりかなり冷たいですね。30°C になるように設定したので、30°C を下回るとスイッチが入り、バットに取り付けたヒートプレートがレジン液を温めていきます。思ったより時間がかかりそう。今回はヒートプレートの最大出力が 80°C までのものにしたので、ちょっと時間がかかるようですね。230°C のものなどいろいろあるので、そっちを使えば早いかもしれません。小松は責任取れませんけどね。
ということで、30度 C に近づいてきました。ここで 3D プリンターを稼働、出力を行っていきます。プレートがレジン液に浸かることで温度低下が発生していますが、ヒートプレートが継続して加熱してくれるのである程度温度を保って出力ができそうです。ということで、3D プリンタに加熱装置を実装してみました。制作した作品は、小松模型チャンネルの2箱を作る動画で紹介していますので、そちらもぜひご覧ください。